今週の IoG 地経学インサイトはヨーロッパ地域研究の専門家である地経学研究所主任客員研究員の鈴木仁さんに世界の EV 産業についてお話を伺います。鈴木さん、どうぞよろしくお願いいたします。聞き手は私、中国グループ長の江藤直子が務めます。今日はですね、地経学研究所の研究者としてのお顔のほかに、実は合同会社未来モビリティ T 研究の代表を務めておられるということで、2023年には自動車の歴史ってこちらの本ですね、中高新書からも出版されているレオさんにですね、もう EV、まさに今中国と世界との間での非常に重要な駆け引きのポイントになっている EV についてお話を伺っていきたいと思います。中国側からしますと、これ今回は昨年あたりからどんどん打ち出している新産業っていう言葉で出てきている非常に重要な輸出を促進したい産業のうちのトップなんですね。EV、リチウムイオン電池、それから太陽光発電関連、この中のトップとしてどんどんと、国内の市場はかなり飽和して、価格競争も過当競争になっているので、それもあって外に売り出していこうという働きかけをしている。でこの例えば今中国車、EV 車といった時には BYD とかさまざまもう一般の皆さんが聞いてもパッと思いつくようなメーカーが育ってるわけですけれども、中国のメーカーって何らかの特徴あるんでしょうか。どうしてこんな急に成長してきたんでしょうか。そうなんですよね。いや実はこの本にも書いたんですけど、中国の自動車大国としてのこの台頭って今まで見たことがない、いや見たことないと我々もそんなに何十年も何世紀も生きてるわけじゃないんですけども、要するに普通は輸出に成功して、まずは国内できちんと買うお客さんがいて、でそれで少し成熟してうまくなったところで輸出に成功して、で少しずつグローバル企業としての階段を上っていくというのが通常なんですけれども、中国いかんせん国内の市場だけでもう十数億人口がいるでかいマーケットですので、輸出に成功していないのに世界一の自動車生産大国になっちゃったと、ちょっと異例のですから、ここでは幼い大国っていう書き方をしたんですね。外の波風にさらされることなく一番大きくなっちゃったっていう書き方をしてるんですよね。でこの中国メーカーですよね。いつの間にこんなにっていうのが我々イメージ本当にそうだと思います。ないんですよね。だから日本車っていうのをヨーロッパでもアメリカでも怖がられたのは、やっぱり最近増えたよねと。なんだトヨタとかホンダとか聞いたこと、日産とか、今まで聞いたことなかったのに、なんか突然最近見るようになったと。で、あれはせいでお父さんが失業したとか、なんか目に見える形だから脅威と言って騒がれたところがあって、ところが中国はイメージないんですよね。でそうしますと今先ほど名前があったBYD ですとか、あと何といってもジリーですね、ヨシに利益の利ですね、この辺りがやはり民間のトップで、国有企業ですと例えば第一汽車ですとか長城汽車ですとか、これはもう歴史が1950年代ぐらいまで遡るメーカーになりますよね。で国有メーカーは国がバックについてるんですけど、民間メーカーってどっから出てきたんだろうかというところで、例えば BYD あるいはジリっていうのは1990年代頃でしょうか。元はですから家電を作ってたとか、あと自動車生産には参入できないからオートバイから始めたとかっていうあたりがルーツにあって、でところが潰れかかったあるいは潰れた自動車メーカーを普通それは採算合わないからやらない方がいいんですけど、丸ごと接収して自分たちのものにして、で設備を全部更新して新しくして満を持して参入という、そういう経緯を経て、ただそれで普通自動車一流企業にはならないわけですよね。そこがいわゆる創業家、BYD とか GD、あるいはバッテリーのケーテルですね、CATL、グローバル最大手ですよね。EV とか、あとパソコンのバッテリーもでしょうかね。あの辺りにやっぱり創業家が、すごく光るリーダーシップというか、というふうに一応今のところは理解してますよね。中国側の視点からすると、例えば中国製造2025とか有名ですけれども、製造業でのイノベーティブな新しい競争力のある製品を育てていくんだという政策的な後押しもあったと思うんですね。EV の場合は基本的にはやはり消費者に対する補助金をつけていたというところに注目が集まりがちですけど、実はさっきおっしゃったように EV 産業が危機にあった時に、企業として助けるっていう補助金も入っていたということをよく指摘されていて、これ今の国際社会の中での例えば補助金問題
競争の歪んだ競争をもたらす結果になってるんじゃないかっていう指摘があったりする。ヨーロッパ、EU からはそのことの調査ですね、価格調査、価格のアンチダンピングのための調査も進む、こういう話があります。この辺の構造、実のところどうなってるんでしょう。そうなんですよね。これだからその補助金があったからまずはその民間自動車メーカーが育ったかっていうところまでちょっと遡ると、例えばその BYD、ジリーとあとケーテルの経営者、創業者を見ると、これは面白いことにすごく共通点があるんですよね。その北京、上海とかの大都市出身じゃないっていうことと、そのいわゆるお父さんお母さんが共産党とかあるいはその政府官僚の有力者じゃないということ。それは意外ですよね。なんですよね。すみません、私からすると非常に意外なんです。そうなんですね。はい、そうなんです。なんかはい、だから我々の感覚で言うと、やっぱり叩き上げの人こそが民間で強いんだよなと。はい、要するにこう多少1、2回大きい失敗してもめげないんですよね。はい、でしかもその留学経験というよりは中国国内大学出身で理系だっていう、この3つの特徴が、理系のエンジニアの人が優れたスタートアップっていうのは、例えば国内ですと本田さんとか、いくつか我々やっぱりいろんな業種で例を見てて、今もスタートアップっていろいろあって、それは理解できるんですけど、ただその意外にその草の根から出てきたその創業者がすごくこう何回か失敗するんですよね。なんだけどもそこをめげずにこう成功すると。ジリーの創業家だったと思うんですけども、一旦大学に進学するんですよね。で高校出て一旦その起業するんですけど、それがうまくいかなくて、やっぱり大学行くべえと言って理系の大学行くんですけど、その途中で実は今中国が輸入してる資材がすごく買い得で有利って分かったら、大学辞めて起業しちゃって、でそれがその今の実はそのアルミ加工業のそのなんかコアの事業の一つとして残ってるっていうこういう恐ろしい嗅覚というかたくましいですね。センスなんですよね。なのでもちろん補助金も入ってたとしてもですね、いわゆる僕たちがイメージするような民間のその創業家としてのたくましさというか、めげない強さみたいなのがあって、ただですね、やっぱり今おっしゃった通りですね、その今 EU が中国自動車メーカーをその不当に競争優位に働く補助金を得ていたという疑いで調査をしているんですよね。で、半年ぐらい調査をして、遡って、要するにいわゆる罰金というか関税を課して、中国の EV はヨーロッパ製のヨーロッパメーカーの EV よりもびっくりするぐらい安いんですけれども、これは過去の農業とか食品の例で言うと、この価格優位をなくして同じ値段まで釣り上げちゃうっていうのはよく EU がやる手なので、おそらく黒と判定するでしょうし、じゃあ BYD 今言ったような過程で成長したのに不当な補助金って何だったんだろうと、それはどういうことなんだろうっていうと、これは我々もそうですけど、経済安全保障でその研究開発いわゆる R&D でも補助金がいろんな省庁からいろんな形で出てるんですよね。それはいい補助金というかいいとして、ただですね、BYD の場合は例えば2017年から特に2019年に一回セールスがガタガタガタっと収益落ちて、本当はそこで R&D 出せないんですよね。でところがその時に思いっきりガッと拡大するんですよね。でこのタイミングで要するに R&D 補助金っていうよりは、例えばいろんな補助金が疑われてるんですけども、例えばその輸出をするんだからその税控除とかですね、いろんな形で要するにその税金の棒引きとか、その立地工場を新しく建てるから補助金とか、いろんな形でこう補助金をつけて、でこれが要するに通常だったら R&D がうまく収益が上がってないから下げるところを維持どころか拡大できちゃったっていうのは、R&D 以外のところに補助金を大量につけたから、通常だったらちょっと調整局面に入ってリストラをして、その民間企業だったら普通は我慢をしなきゃいけないところを不当に競争優位を拡大し続けたというのがヨーロッパの言い分のようですよね。それはもしかして関税をかけて価格競争がある程度フェアになっていくと、
実質的なその性能の問題であるとか、デザインの問題がこれから BYD が展開する上での一つの、購入されるかどうかのポイントになるような気がするんですが、他方でさっきおっしゃったように理系の出身者が、しかも中国国内で厳しい EV 市場での競争を経て出てきた、いわばナショナルフラッグのような形での BYD であったり長城であったりという自動車メーカーたち、彼らの作る車って実際のところどのように評価されますか？そうなんですね。いや、実は私車を本当に毎日のようにいろんな車試乗してっていうタイプのアナリストではないので、他の方がただすでに BYD の、ドルフィンっていう、要するに日本でよくあるファミリーカーがあるコンパクトサイズですね。もうすでに試乗して、それで試乗機みたいなのも上げてるので、私自身はそれをやったっていうよりは、いろんな試乗記事を読んだ上で、あるいはツイートとか SNS で出てますけど、それを見る限りと、あと私自身がジャパンモビリティショーですね。昨年の秋に、お台場でやりましたけれども、そこでやっぱり実際に展示されてる車を、一応触ってみての、その両方で言いますと、さすがにやっぱり値段が安いのに内装が超豪華っていうのは無理な話であって、ただやっぱりデザインのうまさっていうか、ちょっとドアの引きノブが工夫してあるとか、なんか物の配置とか色とかが確かにいろんな創意工夫があるんだなと。でいちいち上げ足取りに見ると確かにステッチがちょっと汚いとか爪が甘いとか、あと明らかにプラスチックな質感表面とか、いくつか気になるところあったりはするんですね。ただ性能面で言うと、やはりですね、日本で言うと例えばガソリン車あるいはハイブリッド車ぐらいの値段で巨大なバッテリーを積んでもうガススタに行かなくていい、いわゆる BEV ですね、バッテリーエレクトリックビエクルですね、バッテリーと本当にモーターしか積んでない 100% の電気自動車が今のハイブリッドと同じ値段ぐらいで買えちゃうっていうのはちょっと脅威ですし、お買い得感がある。お買い得感はあって、で航続距離も安かろう悪かろうではなくて、BYD はもともとバッテリーでもグローバル最大手の一角ですので、そのバッテリー技術もしっかりしていて、ですから航続距離も意外とあったりするんですよね。ですからもう少し急速充電のインフラがあったりすると、もうそれこそテスラ、アメリカのテスラはもうそのテスラの充電器で一気に10分15分ぐらいで 80% までチャージできちゃってと、そこまではいかないんですけれども、ただ充電環境があったらそれに近いというか、届きはしなくてもどっかそれに近いところまで行ってしまうぐらいのバッテリーと航続距離は持っているというところまで来ているという感じなんですよね。すごくその評価がある意味分かれそうな、どこを重視するかによってこれでいいと思うか、いやここはって思う人と分かれそうな気がするんですけども、例えば今年から特にCM なんか打ち出したりして BYD が明らかに日本市場に本格進出してきているという時に、日本の購入者たちの目から見た場合、先ほどレオさんはまだちょっとあらがあるところもある、でも安いしっていうのもある、デザインもいい、どういうふうに受け止めると思われますか？そうですね。車好きがこれはいい車だって言ったら全然売れなかったりですね。車好きはこれは本当運転して素晴らしかったって言ったら本当売れなかったりで、逆にですね、酷評された車が売れたりっていうのはあるので、あんまりこうだろうって言いたくないんですよね、実はね。じゃあターゲット次第みたいなところですかね。車好きの方たちのターゲットはある意味閉じられたターゲットかもしれないので、より広い若い方とか考えるとまだわからないと。やっぱり車に興味はないけれども、ただやっぱり地方都市、私もそうでしたし、もう毎日それこそ自転車に乗るか靴履くような感じで毎日運転しますよね、車って。でそうすると車に興味がない人がこれが中国製かどうかとか、このメーカーはどういう経緯を経て台頭したとかっていうのはあんまり興味がなくて、例えば近所にお店ができてなんか見に行ったらなんか店員さんが親切で、なんか話聞いたら夜中家で充電してるだけで、あともうガススタ行く必要がなくて、年に半年1回の定期点検にちょっと持っていくだけで、しかもオイル交換とかエンジン車だった時はかかってた費用が一切かからないわけですね。タイヤ大丈夫ですかね、あと緩んでるネジないですかね、はいじゃあ帰ってください、終わっちゃうわけですよね。そう言われたら僕みたいに車好きの人は、いやエンジンのね鼓動が音がもうお金がかかるし手間もかかるし、いいし手間もかかってそれがなくなるっていうと
これはやっぱり車に興味がないけども使う人にとっては現実的にはやっぱりいいんじゃないかと。なるほど。 EV だからこそ車にこだわりがない人たちにはアプローチしやすい。そうですね。音がない、そうなんですよね。その振動がないっていう部分が効いてくる可能性がある。例えば日産のサクラが軽自動車で EV って初めてはい。出して、あれ爆発的に今売れてるんですよね。で実はだから地方っていうか、要するに2台目の車ですよね。大きい車じゃなくて、もう1台2台目でちょっと通勤通学ぐらいで、実はこういうのありますよって見せられたら、これでいいんじゃなくてこれがいいじゃんと。なるほど。じゃあ普通の軽じゃなくて EV に乗り換えて、で満足しちゃって、そしたらガソリン車には戻らないというのがもう生まれ始めていると。その場合気になるのは、例えば充電インフラの問題ですとか、あるいはサービスでの問題ですね。進出してくるといっても、サービス面で例えば地方に行ったらサービスが薄いっていうことになると、やはり手が出にくいっていうこともあると思うんですけど、BYD はその点はいかがなんですか？そうなんですよね。実は BYD ってこの車に進出する前に2015年でしょうかね、京阪バスだったと思うんですけど、要するに EV バスでもうすでに日本に進出していて、最初は10台ぐらいでしょうかね。でただその時に要するに徹底的にメンテナンスをバックアップするというか、要するにネット販売して売ったら売ったっきり、あとなんか近所のガススタとか用品店で面倒見てください、あと買ったあなたの責任でしょっていうことではなくて、もうこれガチンコ勝負で、要するにディーラー網を日本国内に一個ずつ整備をして、で、徹底的に面倒を見るというふうに、数日前のアスキーの記事だったと思うんですけども、日本国内で店舗50店舗ぐらい結構あるんですね。オープンしてて、これはだからドイツのアウディ高級車ブランドよりは多いんじゃないですかね。もうすでに超えていて、あと販売台数見てもやはりもうそこそこ売れ始めているというか、いうところまで来ているので、面倒見が悪いとかいうところはただもちろんですね、自動運転中にちょっとエラーがあったというか、あるいは道先案内の音量を変えようとしたら音量調節ができなかったとかっていう、なんか細かいネガを報告はいくつか来るんですよね。ただそこはやっぱりディーラー網があるおかげなのかっていうか、もうすぐ修正されるらしいんですよね。これはちょっと恐ろしい。要するに意思決定の速さっていう意味でも恐ろしいというか。なるほど。リコール届け出るとかいろいろと正式な手続き組むと長くかかるところを、もう消費者の声聞いたらすぐ直しちゃってすぐ返しちゃって、これアメリカのテスラがやってることかのようにも見えなくはないというか。なるほど。日本の進出モデルとしてはアメリカのテスラに近いようなイメージを持っておられる、なんですけど、ディーラーも敷くっていうところではもうさらに日本型なんですね。いうことなんですよね。それはなかなか手強いような気がします。ただ同時に例えば EV って動く車輪のついているiPhone だみたいなことを言われるように、非常にデータを収集しますよね。そうですね。地理データであったり、道路の状況であったり、カメラで撮っているものであったり。これは経済安全保障上の懸念というのはどうしても出てくるんじゃないかと思います。出ますね。まず中国が真っ先にやったのは、テスラ社は中国政府関係の敷地に入るなっていうのを、中国本土でやりましたよね。つい最近それが緩和されてるんですけれども、そうなんですね。イーロン・マスクさんが中国に行った時に、実はそれも後でちょっと伺いますが、ただずっとそうですね。特に北大河っていう夏の避暑地で、リーダーたちが集まるようなところにはもうテスラさんの乗り入れ禁止ですとか、そういったこともあります。あれを言うってことは、要するにそうやって情報収集してたってことですよね。取られてしまうということを理解している。これは要するにエビデンスがあって調査したってことではなくて、要するに事の推測の一つとしては、そのような推論が成り立つということですし、実はやはりその数日前の報道ですけども、やっぱり車を動かしている、要するにこの OS、要するにこれを動かしている中の基幹的なシステムですよね、オペレーティングシステム。これが要するに中国製である車っていうのをひょっとしたらヨーロッパ、アメリカがやったら日本も追随しますけど、だから安全保障の脅威だっていうふうに読む時代がもうすぐ時代どころかもうすぐそこまで来てるかもしれないということなんですね。ご指摘いただいた通りで、結局一台一台にカメラがついていて、下手したら音を拾ってで位置情報もあって、なのでもうプライバシーもへったくれもないですし、車内の車載カメラもありますよね。そうなんですね。でやっぱりこれが外国にもう即転送されたりっていうことを考えると、
まさにその経済安全保障上の懸念というか、企業活動でその兵器産業とか戦争に関わっていない、純民間の、商品であり市場なんですけれども、そういった安全、国家の安全に関わる話としてもう自動車を意識しなければいけないところにもうすでに入っていて、でその法規制がどこで線を引かれるかと、これが中国対西側諸国みたいなところでの線引きになりかけていて、ご存知のようにその EU みたいに規制が得意なところはもう真っ先に、要するに中国ってヨーロッパっていうのはその人権とかその個人のデータっていうのは人権だっていう捉えるので、要するに自由競争とは言ってもそれを犯す権利は企業にはないっていう資本主義、独特な資本主義の考え方っていうか、資本主義の競争は倫理的じゃなきゃいけないみたいな、そういうのを挑んで来るんですよね、ヨーロッパは。ご指摘の通りだと思います。ありがとうございます。そうですね。その先で例えば自動運転の時代がもうすぐそこまで来てると思いますけど、それが例えば GPS ではなくて北斗システムの下で位置を補足しながら動かすような形になって、もう相当なデータの奪い合いの根源になり得るような単なる乗り物ではない EV というのがこの時代に現れ始めているということになるかと思うんですが、この、先ほどちょっと戻って中国にテスラ社がもう一度再進出するであろうと考えられて、一度追い出されかけていたのが、イーロン・マスク氏が先日李強さんに会って戻ることになっているのだ、この中国市場の今後テスラさんって実はやっていけるのかなっていう不安も実はあると思うんですけど、いかがですか？そうですね、実はイーロン・マスクの電気が2冊出てて、もうやっぱり事実は小説よりきなりというか、面白くてしょうがないです。あれ実は政治学の意思決定過程論として読むと、めちゃめちゃ面白いっていうか、やばい場所だらけで突っ込みどころ満載なんですよね。突っ込みどころ、あれで論文書けるぐらい面白いんですよね。もうとにかく要するにもう理系のエンジニアでかつ経営も収めた人なんで、決定が早いどころかですね、その理系知識をもとにすぐにその場で、これお金かかりすぎ、手間かかりすぎ、これ全部この産業ロボット片付けて人の手でやった方が早い、そういう決断を一瞬でその場でやってしまうんですよね。効率性重視なんですね。そうなんですよね。恐ろしいほどそういう意味で言うと、そういう発想で作られたテスラ車ってちょっと怖くて乗れないっていう自動車好きな人はいるんですよね。私なんかどっちかというと予算的に合うんだったら試してみたいと思っちゃう方なんで、おっしゃった通りやっぱり好き嫌いがかなり分かれちゃうと思うんですけども、テスラ中国に戻ると、そのイーロン・マスクの電気で事細かに中国市場上海工場以外のことは事細かに書いてあるんですよ。以外のことなんですね。上海工場の部分は超あっさりしか書いてなくて、で誰と会ってうまく決まった以外ほとんど何も書いてなくて、あんまり面白くないんですよね。上海に行く前とあと行った後の話ばっかりで、結局中国側とどんな折衝をして、だからなぜうまくいったとかっていうのがちょっとあんまり他の箇所に比べると異様に薄い書き方っていうか、そうするとだからイーロン・マスクと中国側、特に政府とかどんなやり取りを普段してるんだろうかと。要するにそのイーロン・マスクがそのすごく密なつながりを築いた人たちっていうのがやっぱりそのパイプを非常に大事にし続けていて、だから上海に工場があってっていうことですし、このタイミングで要するに中国今外資の投資呼び込みっていうかやってます。必死ですよね。かなり積極的です。そうですよね。で、結構ヨーロッパ、アメリカが引き上げちゃったところで、イーロン・マスクがむしろ工場を拡張するつもりっていうようなのを言ったら、歓迎されるでしょうし、なので実はテスラと中国政府、っていうか共産党の有力者は、やっぱりそこは証拠はないっていうか取材したわけじゃないんですけども、構造を考えたら蜜月ですし、足並みを揃えているように見えるんです、そういうところあるんですかね。僕はちょっと中国事情は詳しくないので。いやアメリカ政府関係者の方たちからすると、もうテスラは何をやりたいのかは我々とは感知していないっていうこういう方になりますね。かなりラインが違うという。なるほど。なるほど。そうです。イーロン・マスクってその火星に人類を送るとか、言ってるような方なんで、理解で難しいところはあると言いながら、ただそのテスラがどこまで中国で通用するかどうか今後っていうところで言うと、今まではやはり一定の支持層があったわけです。
ですね。ところがモーターショーでブレーキの効きが悪かったってなんかプラカード掲げたおばさんがテスラ車の上に乗って暴れたりとかっていうのがあったり、して、かつ怖いのが中国メーカーが要するにそのシャオミとか、はいあとファーウェイとか、ちょっとその生産が軌道に乗らずに苦労してるそうですけれども、そこそこかっこいいスポーツカーというか、これちょっとだから若い人には理解されにくいかもしれないですけど、例えば日本がバブル経済の時、はいハイソカーブームというか、はい要するにその普通のファミリーカーじゃなくて、例えば車種でいうとトヨタソアラとか、はい日産レパード、あとホンダプレリュードとか、はいホンダプレリュードは今北米で復活したんですけれども、やっぱりその中国の自動車事情に詳しくて、SNS で発信している人は、やっぱりその日本のその80年代の頃、若者がこうちょっと豪華な車に群がった時のあの熱量勢いでシャオミの、SU7 でしたっけ、群がるそうなんですね。でデザイン的に言うと、例えばポルシェパナメーラっていうEV の要するに電動スポーツカー、ポルシェが作る EV なんですけど、パクリというほどそんなに悪質に似てないけれども、デザインの雰囲気っていうのは結構近いような気がして、要するにちょっとかっこいいし、はいなんかパクリモン乗ったら、そうなんですよ、パクリモン乗ってダサいっていう感じはもう持たない感じなんですよね。じゃあ洗練されたデザインの車をもう作ることができるようになる。それは中国的な感覚云々じゃなくて、外の人たちが見てもこれいいなって思うものができてる。もちろんだからそこもやっぱり好き嫌いが分かれて、結局日本もヨーロッパもアメリカもなんですけども、もう中国車イコールあんまり好きじゃないって思ってる人は、要するに何見せたってあまりなんですけど、ただやっぱりそこはこれはいいんじゃないかなっていう人はやっぱりいいと見るんですよね。やっぱりデザイン向上したのは、例えば習近平が乗るリムジンみたいなやつですね。日本でいうと総理大臣がトヨタセンチュリーとか、乗る一番、アメリカ大統領だとキャデラックワンとかっていうごっついやつに、あれ習近平が乗ってるリムジンってイギリスのロールスロイスにそっくりなんですけど、ただそれは実は言っちゃいけないというか、ロールスロイスのデザイナーを引き抜いて後期第一記者が、そうなんですね。なのでやっぱりそのデザインが一昔前の、で僕車好きとしては一昔前の竜みたいな顔したのをこの辺で乗るとウケるっていうか、みんなに何この車って言われて目立って面白いかなと思いつつも、要するにもう西側水準の洗練されたデザインというか、車あんまり知らない人、興味ない人にこんな高級車どうっつったら、いいんじゃないって言って終わっちゃう、違いがわからないぐらいになってるんじゃないですかね。伺えば伺うほど、いろんな意味で EV の発展が非常に早く進んでる。技術的にも高いし、デザインも洗練されているし、不便も感じないし、どんどんと改善もされていくと。これって日本のメーカーさんからすると、よく日本メーカーは出遅れているというふうに指摘をされたりもしますけれども、自動車産業ってこれから何をこう基準にして世界展開であり日本国内市場でありというのを展開するポイントって一体どこにあると思いますか？そうなんですね。実はその EV が今後伸びるのかどれぐらい伸びるのかっていう意味で言うと、これ一番あまり答えたくないっていうか、正直言うと読めないそうなんですね。っていうところがあるんですね。もう EV に流れがいくということでも決してない。いやもう着実に来てるんですよね。もう来ている。もう一定数、世界的に。その EV って言った時に通常グローバルに言うと、いわゆるバッテリー EV とあとプラグインハイブリッドも含めて、EV ってカウントで、その台数ってもう先進国で間違いなく伸びてますし、で実はそのロンドンに、数週間前出張で行ったら、黒い丸っこいでかいロンドンキャブの2台に1台がもう EV になってるんですね。そうなんですか。であれが中国のジリの子会社で、組み立てだけイギリスなんですけど、そしたら部品はどっから来てるかって言ったら、イギリスにとっては輸入超過になるんじゃないでしょうかね。なるほど。なので EV への置き換えっていうのが確実に来てると思うんですよね。なので確実に来ているし、問題は次のガッと一気に普及するのがどのタイミングなんだろうと。ガソリンハイブリッドと同じか、それか部品点数が少ないので、下手したらエンジンを積んだハイブリッドより安くなっちゃうかもしれないわけですよね。バッテリーがすごく進歩してで普及して価格が落ちちゃうとって、部品点数が少ないっていうことを考えると、そこはやっぱり想定した方がいいのかなというふうに思ってますので、ある時点では一気にいくだろうし、というか私自身の希望としては、
第2次 EV ブームはぜひ日本のメーカーが起こしてほしいと。じゃあもうでもいつ来るかわからないぐらいのところに来てるんで、本当に急いで EV の量産化を図れるような状況にならないといけないと。そうなんですよね。なかなか厳しい状況ですね。この EV の問題って実は環境問題とも非常に強いつながりがあるとされていて、EV を促進する、政策的にも促進する理由の一つがやはり地球温暖化ですね、気候変動の問題と絡めての温暖化排出ガス規制との効果をもたらす期待があったと思うんですけれども、実際のところそのエネルギーを作る、電気を作る時の化石燃料を燃やすことによって結局はやはり排出されてるじゃないかといったような見直しの話というのも出てきている、この中において EV と PHEV が存続しているということ、この辺これからどういうふうに考えていったらいいんでしょうか。そうですね、やっぱり置き換えは少しずつじゃないと起きないっていうか、要するにその近くで充電できないって分かってる車を充電しなきゃいけない人がすぐ買い替えるかって言ったら、それはすぐには起きないので、やっぱりハイブリッドかプラグインハイブリッドかしばらくは売れるだろうと思いつつも、インフラの問題としてですね。そうなんですよね。ただ一方でその日本がおそらく気にしなければいけないのは、その EV に置き換えていく時の問題点が充電がどこでできるかっていうことと、あとその発電どうしてたっけっていうことですよね。化石燃料を燃やしまくって、要するにその脱炭素をしていない日本がバッテリー EV に置き換えたところで結局はいっぱい CO2 排出しちゃってるじゃないかと。生産工程での CO2 排出が問題になる。そうですよね。結局トータルで言ったら温暖化対策してないっていうか、あんまり進まないじゃないかって言われた時にやっぱり痛いことになるので、これはもう自動車業界だけが頑張ればなんとかなる、なんかトヨタ頑張ってるからみんな大丈夫っていう話ではもうちょっとなくなってきてるというか、日本全体の課題としてその発電の脱炭素もやらないと、例えばもうフランスのような国は中国のその国内の発電が石炭を燃やしまくって、脱炭素に貢献していないからといって EU 全体っていうよりはフランスという加盟国がその中国に対して罰金的な要するに関税を課すっていうことをもうやり始めてですね、その EU レベルではその、国境炭素税っていう形で。でこの使い方をするんだったら、今は中国がターゲットにされている、それはおそらくその補助金でその、不当に競争力を稼いでるから中国が狙い撃ちにされるんでしょうけれども、ただその脱炭素の部分でいうと、いつ日本もターゲットにされてもおかしくない話をもうしてきているわけですね。フランスなどはやっぱりその原発が 70% でしたっけ、もう半分以上原発で賄っていて、いわゆるCO2 はあまり出していない発電にしてますし、でそこで日本は火力発電多いよねって言ったら、いつその日本にとっては非常に科学的に不利になる懲罰的な課金をされてもおかしくない状況にもう制度的には目の前に来ちゃっているので、実は日本国内は日本人がどうしたって勝手だろうっていうのはもう通用しないというか、発電して日本人が日本国内で使う電気についても実はちゃんと脱炭素を進めないともうかなり国際的な競争力を損なうと言っていいぐらいのところまで日本は追い詰められているというか、ですからその日本がその 自動車メーカーが EV 打ち出してないじゃないかっていう遅れを叩く向きもあるんですけど、さあそれよりも深刻かもしれない遅れっていうのは、日本の社会全体としての脱炭素っていうか、自動車業界を取り巻くところで実はもっと遅れてるっていうことの方がよっぽど深刻で、あんまりメーカーの方持つつもりはないんですけど、そこがこう解消されて充電ポイントあったら飛ぶように売れるんですよね、EV って。あるいはその鶏と卵で、いや魅力的な自動車バッテリー EV が生み出されたら飛ぶように売れて充電インフラなんて後でついてくるんだよっていう言い方もする人もいるんですけど、ただやっぱり社会全体の取り組みとして、もうちょっと脱炭素をちゃんとやらないと、もう実は日本の虎の子の産業の競争力を大きく損ないかねない、その日本国内の理由で損ないかねないっていうのは一つの危機感としてはあると思います。非常に難しいですね。本当に自動車を
いいものを作って売ればいいっていう時代では全くないっていうのはよく耳にはするんですけれども、国際戦略があり、中国製の新しい EV の形があり、あるいはその環境の問題がありという形で、本当に戦略的に考えないといけないタイミングに来ているということですね。またぜひお話をレオさんに引き続き伺えればと思います。本日ありがとうございました。本日の IoT 地経学インサイトは以上です。この YouTube チャンネルで定期的に配信を行っていきますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。国際共同開発を、進めるためにはアメリカ、イギリス、あるいは今回のイタリアと同じように対等のその立場で共同開発をしていく必要があると。